今回は13万キロ以上走行したホンダクロムのエンジンオーバーホールに挑戦します。エンジンオーバーホールをするぐらいならバイクを買い替えた方が安いと考えたことはありませんか？実は DIY でエンジンオーバーホールをすると信じられないほど安く済みます。そしてこの動画を最後まで見るだけでクロムのエンジンオーバーホールに必要な知識が全て身につきます。この動画の流れとしましては、1、オーバーホール前点検、2、オーバーホール準備、3、エンジン分解、4、パーツ洗浄、5、パーツ点検、6、エンジン組み付け、7、オーバーホール後点検、以上の7ステップで進めていきます。そして最後に交換したパーツと総額をお知らせします。バイクのエンジンオーバーホールをするためには工具を揃えたり場所を確保するなどハードルが高い部分はもちろんあります。でもバイクに乗っていなくても整備している間はバイクを思う存分楽しむことができますし、誤解を恐れずに言えばバイクは1分の1プラモデルと変わりません。サービスマニュアルをよく読んで時間をかけて分解組み付けをすれば多くの人はエンジンオーバーホールができるようになります。私も最初のエンジンオーバーホールは20代の頃に誰にも教わらず完全な素人から一人で始めました。3回ぐらいはエンジンを組み直した記憶があります。海外では自動車やバイクの点検整備は自分でやることが当たり前の国も多くあります。これから整備士の数がどんどん減っていくことが予想される日本でも数十年後には自分で整備するのが当たり前の世の中になっているかもしれません。そんな近い未来を見据えて趣味の一つとしてバイクの重整備を始めてみてはいかがでしょうか。それではエンジンオーバーホールスタートです。エンジンオーバーホールの前に各部を点検します。2013年以降に販売された初代グロムです。走行距離は13万2272キロ。ここまで走ったグロムを私は見たことがありません。この走行距離なのに車両の程度がとても良いとのことで、今回の素材に最適と考え思わず購入してしまいました。それでは現在のエンジン音をお聞きください。横型エンジン特有のカムチェーン音が少し聞こえますが異常というほどではありません。異音がなさすぎて逆に怖いくらいです。スロットルを開けてもスムーズに吹け上がります。エンジンオイル量、タイヤ空気圧、トウカ類など走行に関係のあるところは全て確認しましたので試運転に行ってみましょう。残念なことに明らかに不具合だと体感できるほどの異常はほとんど見つかりません。強いて言えば2速、3速、4速で走っている時にマイクでは拾えない程度の小さな異音がエンジンから聞こえるように感じます。アイドリングは安定していますし加速もスムーズです。クラッチの滑りもありません。シフトチェンジの引っかかりやギア抜けはなく問題なさそうです。排気音は大きいですがこれは車外マフラーに変えられているからなので異常ではありません。結論からお伝えしますと、グロムのエンジン内部で交換が必要なパーツは数多くありました。アイドリングのエンジン音や試運転では異常がほとんど感じられないのに交換が必要なパーツはどれか。この辺りを予想しながらこの先の動画を見ていただけるとさらに楽しめるかもしれません。これ以上走っても異常が見つからなさそうなので試運転はこの辺にしてエンジンの各部を詳しく点検します。エアクリーナーを点検します。タンクの前側にエアクリーナーがついていますのでネジ8本を外してエアクリーナーのカバーを取り外します。次にネジ1本外してフィルターを取り外します。とても綺麗で交換の必要はありません。バッテリーを点検します。車体から取り外してバッテリー診断機で点検します。 CCH の低下はなくバッテリー良好でした。このまま使用できそうです。スパークプラグを点検します。スパークプラグを取り外す前はスパークプラグ周辺の汚れを必ず吹き飛ばします。電極の劣化はありませんし色も正常の範囲です。交換の必要はないかもしれませんが安価なのでこれは新品に交換します。エンジンの圧縮圧力を測定します。詳しいやり方は概要欄から前回の動画をご確認ください。冷感時で約 750kPa でした。暖気後であれば 10% 程度圧力が上がりますので 850kPa ぐらいになるはずです。JC61 の圧縮圧力の標準値は 1100kPa ですので新車時から 20% ほど圧縮圧力が低下しているようです。ただスターターの回転が少し遅いようにも感じましたのでスターターモーターに不具合があるかもしれません。エンジンオーバーホール後に圧縮圧力が上昇することを願いましょう。スパークプラグを規定トルクで締め付けます。オーバーホール前のエンジン状態を点検しましたので次はオーバーホールの準備をします。
エンジンオーバーホールをするにはサービスマニュアルが必須です。作業手順やボルトの締め付けトルクなど整備に必要な様々な情報が載っています。クロムは外装で分けると4種類のモデルが存在します。4速で初代の JC61、4速で2代目の JC75、5速で3代目の JC92、5速で4代目の JC92 があります。4速の初代と2代目はエンジン共通、5速の3代目と4代目もエンジン共通です。サービスマニュアル購入の際はご注意ください。使用限度や締め付けトルクを右上に表記する際は、初代と2代目は JC61、3代目と4代目は JC92 と表記します。またクロムはスーパーカブ C125、CT125 ハンターカブ、モンキー125、ダックス125などとほとんど同じエンジンを使用しています。大きな違いは遠心クラッチの有無ぐらいです。そのためクロムのエンジンオーバーホールができれば、これら全てのエンジンオーバーホールをできる技術が身についています。最近のホンダは共通編のサービスマニュアルが用意されています。バイク整備に必要な基本的な知識を補うことができますので、ホンダのバイクを整備する場合は共通編と機種編の2冊をご用意ください。工具の中には特殊工具、通称 SST と呼ばれるエンジンオーバーホールにしか使用しない工具が多数必要です。どの特殊工具をどこで使うかは動画の中で使用するときに詳しくご紹介します。特殊工具が手元にないことで整備が途中で中断されるのはとても気分が萎えますので、エンジンオーバーホールを始める前に用意しておくことをお勧めします。エンジンオーバーホールを行うとガスケット、オーリング、パッキンなど必ず交換の必要なパーツがあります。どのパーツの交換が必要なのかサービスマニュアルに載っていますので、事前に確認してご注文ください。ホンダはエンジンオーバーホール用のガスケットキットが純正で用意されています。漏れなく確実に注文したい場合はこちらをおすすめします。参考にグロムの部品番号を載せておきます。私がエンジンオーバーホールを始めるときは、月の初めにパッキンやベアリングなどの必ず使用するパーツを7000円以上まとめてモノタロウへ注文します。モノタロウは一度に7000円以上の注文をすると、注文したその月の商品すべてが送料無料になります。そうするとエンジンを開けてから判明した交換の必要なパーツの送料すべて無料にできますので、とてもお得です。これでオーバーホールの準備が整いましたので、いよいよエンジンを分解します。安全のためにバッテリーのマイナス端子を取り外します。ネジ3本とプッシュリベットを外して左側のカウルを取り外します。プッシュリベットは中央をドライバーなどで押してからつまんで引き抜いて取り外します。右側のカウルはネジ3本とプッシュリベット2つを取り外します。プッシュリベットの1つは見えにくいところにありますので取り忘れにご注意ください。次に金色のカバーをボルトごと取り外します。その中にあるボルトを外すと右側のカウルを取り外せます。続いて燃料タンクを取り外す準備をします。ボルト2本と左側のホースを取り外します。タンク前側を固定しているナットを取り外します。タンク下側のカプラーを取り外します。ガソリンが少量こぼれますので、クイックコネクタの下にウエスを置いて養生します。クイックコネクタのリテーナーの爪を前方に押しながらリテーナーを押し込みます。リテーナーはプラスチックですので、強く押し込みすぎて破損させないように注意してください。リテーナーを奥まで押し込めたらクイックコネクタを引いて取り外します。燃料タンク前側のボルトを抜いてからタンク全体を取り外します。マフラーとエキゾーストパイプを取り外します。社外品のため純正とは手順が異なりますのでご注意ください。スプリングとボルトを外してマフラーと中間パイプを取り外します。ボルト2本外してエキゾーストパイプを取り外します。ボルトを外してスロットルボディのカバーを取り外します。2本のスロットルケーブルを取り外します。シリンダー右側のセンサーケーブルとプラグコードを取り外します。エアクリーナーのカプラーを取り外します。クラッチケーブルを取り外します。エアクリーナーボックス左側のホースを取り外します。スロットルボディのカプラーを3つ取り外します。シリンダーの熱にさらされる部分ですので、プラスチックが脆くなっている可能性があります。カプラーに力をかけすぎないよう注意して取り外してください。エアクリーナーの両側のボルトを2本取り外します。スロットルボディとエアクリーナーを接続しているバンドを緩めてエアクリーナーを取り外します。ボルト2本外してインジェクターを取り外します。ボルト3本外してスロットルボディを取り外します。シリンダー左側のセンサーケーブルとホモプレートを取り外します。ボルト2本外してドライブスプロケットカバーを取り外します。シフトペダルのボルトを取り外します。シフトペダルリンク部のボルトを外してシフトシャフトからシフトペダルを分離します。紛失防止にリンク部のボルトは元に戻します。リアブレーキを踏みながらドライブスプロケットのボルトを2本外してプレートとドライブスプロケットを取り外します。ボルト2本外してサイドスタンドスイッチのケーブルを固定しているプレートを取り外します。プレートをクリップから取り外します。
フレームに固定されているハーネスクリップを切り離します。このハーネスクリップは後で新品に交換します。カプラーを3つ、基母端子を2つ取り外します。スターターモーターのカプラーを取り外します。ケーブルを固定しているクリップを裏側からつまんで取り外します。エンジンオイルを抜き取ります。エンジンオイル量は交換時が 0.9 リットルです。吸い取るんですを使用する場合は7個ほど用意すれば足りる計算です。ドレンボルトを外してからオイルフィラーキャップを外します。オイルが抜け切ったらオイルフィラーキャップを戻して新品のワッシャーでドレンボルトを締め付けます。締めすぎるとネジ穴を壊して高額の修理になりますし、緩すぎるとオイルが漏れて大変なことになる。とても重要なボルトです。必ずトルクレンチで締め付けてください。エンジンを下ろした時の破損を防ぐため、シリンダー右側の O2 センサーとスパークプラグを取り外します。シリンダー左側のヨーンセンサーを取り外します。左側のステップホルダーを取り外す準備として、安全のためにリフトでフレームを少しだけ浮かせます。スイングアームピボットシャフトのナットを取り外します。このままシャフトを引き抜くと、スイングアームが外れてしまうため、M10×27 センチ以上のボルトをシャフトの代わりに叩き入れます。少し強めにボルトを叩かないと、スイングアームが外れてしまうことがあります。ただし、車体が倒れてしまう危険性もありますので、くれぐれもご注意ください。シャフトが抜けたら、ステップホルダー下側のボルトを抜いて、ステップホルダーを取り外します。シャフトにグリスを塗布して、元の位置にシャフトを叩き入れます。シャフトのナットを手締めで仮止めします。フレームを浮かせていたリフトを取り外します。エンジンの下にリフトと木枠を用意します。エンジンを乗せられれば段ボールでも何でも構いません。エンジンは3本のボルトで固定されていますので、まずエンジン後ろ側のボルト2本を外します。次にエンジン上側のボルトのナットを外して、エンジンを持ち上げながらボルトを抜いて、エンジンを木枠にゆっくりと下ろします。これでエンジンを車体から下ろすことができました。ここまではエンジン単体で分解を進める場合を想定して、エンジンを車体から切り離す手順をご紹介しましたが、ここからはエンジンを車体に戻して、車載状態で分解を進めます。DIY 整備ではエンジンスタンドを用意したり、エンジン分解のための作業スペースを確保するのも、できれば避けたいためです。エンジン単体での作業も、エンジン車載での作業も、どちらもメリットデメリットはありますので、自分に合ったやり方をご選択ください。エンジンの重さを測定すると 23.1 キロでした。セロー250のクランクケースよりもずっと重いので、筋力や腰に不安がある場合は車載での分解をお勧めします。エンジン車載でシリンダーヘッドを脱着するためには、フロントフェンダーを取り外す必要があります。ボルト6本とブレーキホースの固定ナットを外して、フロントフェンダーを取り外します。タイミングホールキャップとクランクシャフトホールキャップを取り外します。ボルト2本外して、シリンダーヘッドサイドカバーを取り外します。17mm のソケットでクランクシャフトを半時計回りに回し、シリンダーヘッドとカムスプロケットのマークを合わせて、圧縮上支点を出します。ボルト2本ずつ外して、バルブアジャスティングホールキャップを、吸気側、排気側ともに取り外します。ユニバーサルホルダーを使用して、カムスプロケットのボルトを取り外します。カムチェーンを緩めるために、ボルトを外してテンションスプリングごと取り外します。チェーンを外してカムスプロケットを取り外します。カムチェーンガイドローラーのボルトを取り外します。シリンダーヘッドのボルト2本を取り外します。シリンダーヘッドのボルト4本を対角で少しずつ緩めながら取り外します。1本ずつ取り外すと、シリンダーなどが歪む可能性がありますので、ご注意ください。シリンダーヘッドとシリンダーをフロントフォークに当てないよう注意して取り外します。カムチェーンガイドローラーを回収します。ピストンピンクリップを外して、ピストンピンとピストンを取り外します。ピストンピンは 8mm のディープソケットで反対側から押し出すと、傷をつけずスムーズに取り外せます。クランクシャフトを回した時に、コンロッドがクランクケース内部に当たって損傷するのを防ぐため、輪ゴムで養生します。ボルト6本外して、サイドカバーを取り外します。スターターリダクションギア、スペーサー、シャフトを回収します。ノックピン2つを回収します。ホルダーでフライホイールを固定しながら、ナットを取り外します。フライホイールプーラーを使用して、フライホイールを取り外します。フライホイールを落下させないように注意してください。スタータードリブンギアとベアリングを取り外します。カムチェーンを取り外します。テンショナープッシュロッドを取り外します。クランクシャフトのウッドラフキーが外れれば回収してください。今回は固着していて取れなさそうでしたのでそのままにしています。ボルトを外してテンショナーアームを取り外します。ボルトを外してガイドローラーを取り外します。ボルトを外してオイルストッパープレートを取り外します。マグネットで小さなスプリングとプラグを取り外します。ボルト2本外してスターターモーターを取り外します。
ブリーザーホースを取り外します。続いてクラッチカバーを取り外す準備をします。リアブレーキペダル周りが邪魔になりますので、取り外して移動させます。ステックホルダー下側のボルトを外します。ボルトを外してリアブレーキのリザーバータンクを取り外します。スイングアームピボットシャフトのナットを外して、シャフトを叩いて奥に移動させます。ステックホルダーを取り外して、結束バンドなどで上から吊るします。これでクラッチカバーを取り外す準備ができました。ボルト10本外して、クラッチカバーを取り外します。ノックピン2個とオイルジェットを取り外します。ギアホルダーでドライブギアとドリブンギアを固定してから、ボルト3本外して、オイルフィルターカバーを取り外します。センターロックナットレンチでナットを外します。オイルフィルターローターを取り外します。同様にギアホルダーでドライブギアとドリブンギアを固定してからセンターロックナットレンチでナットを外します。クラッチが滑ってしまいテコングではナットが回らないのでインパクトレンチで外します。どうしてもテコングでは取り外せない部分もエンジン分解にはよくありますのでインパクトレンチをご用意することをお勧めします。オイルセパレーターのボルト2本外してからクラッチを丸ごと取り外します。クラッチのカラーとガイドを取り外します。シフトアームを押さえながらシフトスピンドルを取り外します。ボルトを外してドラムストッパーホルダーを取り外します。シフトドラムストッパーを押さえながらシフトドラムストッパープレートを取り外します。小さなローラーが2個外れますので紛失しないように気をつけてください。ボルトを外してシフトドラムストッパー、スプリング、ワッシャーを取り外します。ボルト3本外してオイルポンプを取り外します。ノックピンを2つ回収します。オイルフィルタースクリーンを取り外します。かなり綺麗ですのでオイル交換はきちんと行われていたようです。ドライブギア、ウッドラフキー、ドリブンカラーを取り外します。オイルポンプドライブギアとノックピンを取り外します。ボルト3本外してクランクケースを車体から下ろします。ボルトを外してニュートラルスイッチを取り外します。プラスチックの部分が破損していました。これは後で新品に交換します。ニュートラルスイッチのスプリングとキャップをマグネットで取り外します。ボルトを外してスピードセンサーを取り外します。ボルト11本外してクランクケースを分解します。ケースの厚みのある部分をプラスチックハンマーなどで軽く叩いて少しずつ開きます。シフトフォークシャフトを抜いてからトランスミッションを取り外します。シフトドラムを取り外します。クランクシャフトの動作は良好で、すでに交換している可能性が高そうです。ベアリングの型もほぼありません。今回もストレートのクランクケースセパレーターでクランクシャフトを取り外します。クランクシャフトから大体等間隔に3つのアダプターを取り付けます。セパレーターを固定してから中央のボルトを締め付けてクランクシャフトをベアリングごとクランクケースから押し出します。クランクケースに残っているパーツを取り外します。カウンターシャフトのオイルシールを取り外します。シフトシャフトのオイルシールを取り外します。洗浄や面出しの邪魔になるのでスタッドボルト4本をダブルナットで取り外します。ただしスタッドボルトを交換する予定がない場合は外さない方が良いかもしれません。取り付け時の長さが厳密に決められていますし、タップの立て直しをしっかりしないとクランクケース側のネジ山を潰してしまう可能性もあります。スタッドボルトの脱着はくれぐれもご注意ください。シリンダーヘッドを分解します。ロックナットを外してから排気と吸気のバルブクリアランス調整スクリューを緩めます。ボルトを外してストッパープレートを取り外します。指でつまんでカムシャフトを引き抜きます。カムシャフトが固着して引き抜けない場合はカムシャフトの中央の穴に M8× ピッチ 1.0mm のボルトを取り付けてスライディングハンマーで引き抜きます。強く引きすぎてカムシャフトを破損しないよう注意してください。両側のロッカーアームシャフトを引き抜いてロッカーアームとベアリングを取り外します。バルブスプリングコンプレッサーでバルブを縮めてからバルブコッターをマグネットで取り、リテーナー、スプリング、バルブを取り外します。吸気と排気で同じ作業を行います。ステムシールを取り外します。マグネットでバルブスプリングシートを取り外します。エキゾーストパイプのガスケットを取り外します。すべてのパーツを洗浄します。シリンダーヘッドやクランクケースなど部位ごとにボックスで分けると組み付け時にパーツを間違わず効率的です。今回は NF ボックス7を6個、11を1個、13を3個、22を1個使用しました。私のパーツ洗浄の手順は次の4ステップです。1、洗浄台でパーツ洗浄。洗浄液をヒーターで40から50度に温めながらブラシでこすってパーツを洗浄します。アルミパーツは傷がついてしまいますので、ブラシはステンレス製や真鍮製ではなくナイロン製をご使用ください。ナイロン製のブラシで落ちない汚れはつけ置きをおすすめします。
パーツクリーナーで洗浄する場合は速乾タイプではなく中速乾タイプなどの揮発しにくいものをご使用ください。締め切った部屋で大量のパーツクリーナーを使用すると爆発の危険性がありますので、くれぐれもご注意ください。整備の中でもパーツ洗浄はとても重要な作業です。洗浄するだけで不具合が解消することもありますし、汚れで見えなかった不具合が見えるようになることもあります。 DIY であればパーツ洗浄は特に時間をかけて行いましょう。2、水で洗浄液を洗い流す。3、圧縮空気で乾燥。コンプレッサーが望ましいですが、なければ電動エアダスターでも構いません。4、錆止め用のオイルを塗布。特にトランスミッションやクランクシャフトなど鋼鉄製のパーツは錆びやすいのでご注意ください。パーツが完全に乾いていなくても使えるので、水置換タイプの製品をおすすめします。実はケミカル類はあまり詳しくありませんので、エンジン内部の一時的な錆び止めはこれがおすすめとコメントで教えていただけると助かります。パーツの合わせ面を研磨します。この作業を面出しと呼びます。シリンダーの下側を面出しします。ガスケットやパッキンが残っている場合はカッターやスクレーパーなどで完全に除去します。合わせ面に傷をつけないように刃はできる限り水平に動かしてください。エンジンオイルを塗布したオイルストーンで研磨します。クランクケース左側を面出しします。面出しの邪魔になるのでボルトを取り外します。オイルストーンで合わせ面を平滑に研磨します。クランクケース内側も面出しします。ベアリングを固定しているボルト2本を外します。液体ガスケットのカスをすべて除去してからオイルストーンで合わせ面を平滑に研磨します。オイルストーンは大小の2種類、粗さは220と400の2種類、合計4種類ぐらいあるとどんな状況でも対応できます。クランクケースのシリンダー部はクランクケースを仮組みして行います。凝ったピンを2つ取り付けてからボルトを3から4本ほど軽く締め付けます。オイルストーンで面出しをします。クランクケース合わせ面の色が均等になり段差がなくなるまで行います。面出しが終わったらクランクケースを分解します。クランクケースカバーの左右、シリンダーヘッドなども同様に面出しします。スロットルボディ周りを点検します。インシュレーター両側のオーリングを取り外します。シリコングリスを塗布して新ピンと交換します。インジェクタージョイントからヒューエルホースを取り外します。燃料タンクのヒューエルホースを外した時と同じやり方でクイックコネクタを取り外します。インジェクタージョイントからインジェクターを取り外します。オーリングで止まっているだけですので強く引っ張れば外れます。すべて洗浄してからインジェクターのオーリング2つを取り外します。オーリングにシリコングリスを塗布して新ピンと交換します。インジェクタージョイントにインジェクターを取り付けます。スロットルボディを洗浄します。バイクによってはセンサーユニットを取り外して洗浄しただけでエンジンチェックランプが点灯したりアイドリングが不安定になるなど何かしらの不具合が発生することがあります。センサーユニットからエラーコードが出ているなどの理由がない限りセンサーユニットは取り外さずに洗浄しましょう。ボルト2本外して IACV を取り外します。ボルトがトルクスの T25 ですのでご注意ください。このパーツでアイドリング制御をしています。プランジャーやスプリングに損傷や破損がないかよく確認します。洗浄後に新品のオーリングにシリコングリスを塗布して組み付けます。古いパーツリストには IACV のオーリング単体の部品番号がありませんでしたので参考のために載せておきます。ボルト2本外してスロットルボディからインレットパイプを取り外します。細い通路やスロットルを洗浄します。スロットル内部にはキャブレター用のクリーナーを絶対に使用しないでください。ゴムやプラスチック、モリブデンコートなどを劣化、損傷させて不具合の原因となることがあります。スロットルボディ内部はスロットルバルブ用のクリーナーをご使用ください。新品のパッキンにシリコングリスを塗布してボルト2本でスロットルボディにインレットパイプを取り付けます。ボルト2本でインレットパイプにインジェクターを取り付けます。アイドルエアスクリューを取り外します。現在の位置を確認するため回転量を確認しながらスクリューを締め付けます。今回は2と8分の1回転でした。アイドルエアスクリューを取り外して洗浄します。オーリングを交換したいところですがアイドルエアスクリューとセットでしか販売しておらず納期も1ヶ月以上ありましたので今回は再使用します。オーリングに薄くシリコングリスを塗布して締め付けます。止まるまで締め付けて2と8分の1回転戻します。細かなアイドリング調整はエンジン組み付け後に行います。シリンダーヘッド関連のパーツを点検します。まずカムシャフトからです。ベアリングはどちらもイオンヤ型はありません。吸気側のカムヤマは高さ 32.76mm、排気側のカムヤマは高さ 32.59mm でした。カムヤマに損傷は全くなく、カムヤマの高さも全て使用限度内なので、カムシャフトはこのまま再使用します。以前にホンダの CB400SS のエンジンオーバーホールをした時は、シリンダーヘッドからの激しいイオンで、カムシャフトとロッカーアームを交換しました。
走行4万キロでもかなり激しく損傷していましたので、おそらくグロムのカムシャフトは交換されてからあまり距離を走っていないと思います。バルブスプリングを点検します。33.36mm と 33.38mm で、使用限度 31.5mm なので再使用します。バルブステム外径を測定します。この部分はノギスでは精度が足りませんので、必ずマイクロメーターを使用してください。試しに吸気側のバルブステムをノギスで測定すると、4.96mm で使用限度は 4.965mm ですので、使用限度を超えています。マイクロメーターで測定すると、最小値は 4.983mm で問題なく再使用できます。排気側のバルブステムはノギスで測定すると 4.94mm で、使用限度は 4.945mm ですのでこちらも使用限度を超えています。マイクロメーターで測定すると、最小値は 4.957mm でこちらも再使用できます。パーツに合った精度の測定器具を使用しましょう。バルブのすり合わせをします。今回はコンプレッサーの圧縮空気を利用した漏れ確認を行います。コンプレッサーを使用しない漏れ確認は、前回の動画で説明していますのでそちらをご覧ください。シリンダーヘッドを裏返して、スパークプラグとバルブ2本を取り付けます。洗剤を少しだけ含ませた水で燃焼室を満たします。指でバルブを強く押さえながら、圧縮空気を吸気と排気のポートに吹き付けます。ここで泡が出てくれば漏れが発生しています。予想通りに泡が出てきましたので、すり合わせを行います。今回は昔ながらのタコ棒を使用して、バルブのすり合わせをします。もっと効率的なやり方は前回の動画で説明していますので、そちらをご覧ください。バルブの当たり面に粗めのコンパウンドをまんべんなく塗り、バルブをタコ棒に取り付けて回しながらバルブシートに叩きつけます。最初は叩く力 80%、回す力 20% ぐらいですり合わせます。バルブシート当たり面が全周で銀色になり、カーボンを一通り除去できたら細めのコンパウンドに変えます。この時は叩く力 50%、回す力 50% ぐらいにしてすり合わせます。このようにすると効率的に漏れにくいバルブシートを作りやすいです。すり合わせができたら、圧縮空気を吹きつけて漏れを確認します。泡が出てきませんのですり合わせ完了です。バルブシートの当たり幅を点検します。バルブのすり合わせで色の変わった部分の幅を測定します。吸気側は 1.37mm でした。使用限度は 1.6mm なので問題ありません。もしバルブシート当たり幅が使用限界を超えていると、燃焼で発生するカーボンの除去性能が低下したり、圧縮圧力が低下すると言われています。ただ、DIY であれば当たり幅が使用限界を少しぐらい超えていても、気にせずそのまま使用することをお勧めします。何より街乗りやツーリングで体感できるほどの違いはありません。排気側は 1.59mm で、使用限度ギリギリでしたが、このまま再使用します。私が知る限りでは、バルブシート幅を調整する特殊工具は格安品か高級品の2択しかありません。格安品ではむしろ状況を悪化させる可能性が高いので、どうしても調整したい場合はプロに依頼するのが結果的に安く済みます。シリンダーを点検します。シリンダー内径をシリンダーゲージで測定します。ここは 0.001mm の精度を必要としますので、安物は使わない方が良いです。シリンダーゲージは50から 100mm まで測定できるタイプであれば、125cc 以上のほとんどのバイクに対応しています。今回測定するグロムのシリンダー内径は、新品が 52.405mm で、使用限度が 52.445mm です。使用限度よりも少し大きな 52.5mm に測定器具を調整します。50mm のアンビルに 2mm と 0.5mm のスペーサーを挟んでセットします。ダイヤルをホルダーに差し込み、針が1から2周したところでクランプのネジを締め込みます。測定紙を押し込んで針が動くことを確認します。マイクロメーターで起点を合わせます。起点合わせとは、ダイヤルゲージの0を目標とする値に合わせることを指します。50mm の基準棒でマイクロメーターの0調整をしてから 52.5mm に合わせてロックします。シリンダーゲージの測定紙をマイクロメーターの間に入れて、測定紙が最も押し込まれた点を起点として、ダイヤルゲージの0もしくは100を合わせます。私は読みやすさを重視して100に合わせています。こうすると 52.5mm が100、52.4mm が0になり、とても読みやすくなります。準備ができましたので、シリンダー内径を測定します。測定する位置は、シリンダーの上から1センチ、中央、下から1センチ、縦と横の2方向で合計6点を測定します。車種によっては詳しい測定点が、サービスマニュアルに記載されていますのでご確認ください。シリンダーゲージを左右に揺らして、最も大きな値を記録します。例えば、現在の値であれば 52.410mm です。6点の測定値は表の通りでした。すべて使用限度内で問題ありません。シリンダーの歪みである最大値と最小値の差も、使用限度の 0.10mm に収まっています。前回のセローでもそうでしたが、クロスハッチがしっかり残っていて、縦傷もほぼありません。走行10万キロぐらいでシリンダー交換をしてそうですね。測定値もすべて問題ないので、このまま再使用します。ピストンを点検します。カーボンの汚れを落としたら、新品のようにピカピカです。どこにも傷がありません。
以前に修理したスーパーカブのピストンはこのように縦傷だらけでした。カムチェーンテンショナーが破損してオイルの潤滑不良で白い煙を吐き出していました。ピストンの側面に爪が引っかかるほどの傷がありますので、ここまで損傷すると必ず交換が必要です。ピストン外径を測定します。マジックで黒く塗った位置を測定します。測定箇所は一般的にはピストンスカート下端から約1センチの部分ですが、車種により指定されていることもありますので、詳しくはサービスマニュアルをご確認ください。JC61 に測定位置の指定はなく、JC90 にはスカート下端から 7.8mm と指定があります。ノギスでは 52.35mm でした。使用限度には達していませんが、新品が 52.38mm なので、マイクロメーターで再測定します。こちらでは 52.37mm でした。ピストンはほとんど劣化していないので再使用します。ピストンピンを点検します。ノギスでは 12.97mm でした。使用限度を超えているのでマイクロメーターで再測定します。こちらでは 13.00mm でした。新品が 13.00mm なので新品同様です。もちろん再使用します。ピストンリングを点検します。シリンダーを裏返してピストンに擦れた後の内部分にピストンリングを入れて合い口隙間をシックネスゲージで測定します。トップリングは 0.25mm、セカンドリングは 0.23mm、どちらも使用限度内で問題ありません。セカンドリングの文字もまだ残っていますし、交換してからあまり走っていないと思います。このピストンリングは再使用します。エンジンオーバーホールするなら、ピストンリングぐらいは新品にした方が良いと考えるかもしれませんが、これを新品にするとエンジンパワーはおそらく少し落ちます。最初はピストンリングとシリンダーとの当たりが出ておらず、圧縮圧力がわずかに落ちます。そのため、新品から少し走ったぐらいの方が、エンジンとしては調子が良くなります。DIY でエンジンオーバーホールできる技術があれば、ピストンリング交換はエンジン車載で1時間もあればできますので、タイヤ交換と同じぐらいの感覚で考えれば良いでしょう。ピストンリングの表と裏の見分け方をお知らせします。新品であれば上側に文字が書いてありますのですぐにわかりますが、使用済みで文字が消えている場合は、ピストンリングの断面から判断するしかありません。このようにトップリングは内側の上が欠けていて、セカンドリングは外側の上がわずかに細くなっています。指で触って判断してください。ピストンにピストンリングを組み付けます。オイルエキスパンダー、上下のオイルレール、セカンドリング、トップリングの順で組み付けます。ピストンリングを広げすぎないようご注意ください。ピストンリングの合い口隙間はこの位置に調整します。サービスマニュアルには120度間隔でずらすと書いてありますが、エンジン運転中のピストンリングは少しずつ動きますので、そこまで厳密に合わせなくても構いません。クランクシャフトを点検します。V ブロックに乗せて回転に異常がないか確認します。非常に滑らかに回転してガタもイオンも全くありません。おそらくクランクシャフトをオーバーホール、もしくは丸ごと交換してからまだあまり走っていないのでしょう。ベアリング交換する予定ではいましたが、あまりにもスムーズでもったいないので今回は見送ります。クランクシャフトのベアリング交換を検討している方のために必要な情報をお伝えします。ベアリングの交換手順は、もし私であればセローのギア交換と同じやり方で行いますので、詳しくは前回の動画をご覧ください。ベアリングからタイミングギアまでの距離は 9.4mm、タイミングギア取り付け部のクランクシャフト径は約 21.8mm です。タイミングギアは切り欠きと山を合わせて圧入します。タイミングギアは取り付け位置がかなり精密に決まっていますので、クランクシャフトへ取り付けるときはくれぐれもお気をつけください。プレス機とディープソケットなどで圧入が必要です。タイミングギア関連の情報は、サービスマニュアルに載っていませんので、JC90 には数値が異なる可能性がありますのでご注意ください。大胆部のベアリング交換は、バランス取りの難易度が高すぎるので DIY では避けた方が良いと思います。クランクシャフトごと交換するか、もしくはプロにオーバーホールを依頼しましょう。クランクシャフトの振れを測定します。左側は JC61 が 46mm、JC92 が 45mm の位置を測定します。振れ幅が 0.02mm なので、振れは 0.01mm でした。右側は JC61 が 120mm、JC92 が 74.5mm の位置を測定します。振れ幅が 0.06mm なので、振れは 0.03mm でした。どちらも使用限度内で問題ありません。コンロッド大端部のクリアランスを測定します。垂直方向は音が出るほどの隙間がないので、測定器具での測定はできません。サイドクリアランスを測定します。シックネスゲージで 0.35mm が向きによって入ったり入らなかったりしましたので、サイドクリアランスは 0.30 から 0.35mm の間ぐらいです。クランクシャフトは全て使用限度内で問題ないので、このまま再使用します。トランスミッションを点検したところ、2速と3速と4速のギアが損傷していました。オイル管理や走り方にもよりますが、小排気量のバイクで5万キロ以上走ると、ギアの刃が欠けて異音が発生することを何度か経験しています。今回は刃が欠けるところまでは損傷していませんので、これまでに一度はギアを交換していたのではないかと推測します。
グロムのギア交換は前回のようにプレス機は必要ありませんが少しコツが必要です。シャフトの端についているワッシャーの内側がわずかに D 型になっているため工具を使わずに外すことができません。マイナスドライバー2本を使用してワッシャー両側を浮かしてマイナスドライバーをこじりながら取り外します。このようにマイナスドライバーの先が丸めてあるとギアとワッシャーを傷つけにくいです。ワッシャーが少しでも曲がってしまった場合は必ず新品に交換しましょう。順番を間違えないようにパーツを下に並べていきます。サークリップを外した場合は必ず新品へ交換してください。サービスマニュアルで交換指定はありませんが、再使用するとトラブルの原因になることがあります。フリマサイトで購入した新品同様のギアと交換します。モリブデングリスを含んだエンジンオイルを塗布しながら組み付けます。サークリップには向きがありますのでご注意ください。固定するパーツと接触する面をサークリップの面取りされている面にしてください。逆向きにするとサークリップが外れやすくなります。D 型のワッシャーはソケットを当ててハンマーで軽く叩いて挿入します。すべてのギアが正常に回転することを確認します。カウンターシャフト側も同様にギアを交換します。すべてのギアを取り外したらシャフトに損傷がないかよく確認します。こちらはシャフト径が太くサークリップを破損させやすいので挿入時に新品のサークリップを広げすぎないようご注意ください。オイルを塗布しながら組み付けます。最終的なギアの動作確認はクランクケースへ取り付けてから行います。オイルポンプを点検します。E リングをマイナスドライバーで取り外します。シャフト、ドリブンギア、ロックピンをまとめて取り外します。ボルト2本外してカバーを取り外します。ポンプのローターやボディの異常を確認します。特に異常はありませんでした。シックネスゲージで各部のクリアランスを測定します。インナーローターとアウターローターの間のチッククリアランスを測定します。アウターローターとボディの間のボディクリアランスを測定します。ボディとカバーの間のサイドクリアランスを測定します。すべて使用限度内で問題ありませんでした。オイルポンプを組み付けます。ローターにエンジンオイルを塗布して、ボディのボルト2本を仮止めします。シャフト、ドリブンギア、ロックピンを取り付けます。E リングを取り付けます。ボディのボルト2本を締め付けトルクで本締めします。最後にドリブンギアがスムーズに回ることを確認します。カムチェーンテンショナーのパーツを点検します。この部分は横型エンジンの弱点とよく言われています。最新の JC92 では対策済みなのか、サービスマニュアルに使用限度が載っていませんでした。カムチェーンテンショナーのローラーが劣化していましたので交換します。この部分は社外品になっていることに気づかず、間違えて純正新品を購入してしまいました。社外品であればローラーだけを交換できますので、スナップリングを取り外してローラーを交換します。プッシュロッド外径を測定します。このプッシュロッドでテンショナーのローラーを押してカムチェーンのテンションを一定に調整しています。ノギスでは 11.96mm でした。使用限度には達していませんがマイクロメーターでも測定します。こちらでは 11.991mm でした。問題ないので再使用します。プッシュロッドスプリングを測定します。長さは 111mm でした。使用限度以上なのでこちらも再使用します。クラッチを点検します。ボルト3本を均等に少しずつ緩めて外します。1本ずつ外すとフリクションプレートが割れたり、クラッチプレートが歪んだりする可能性がありますのでご注意ください。外したクラッチのパーツ各部を点検します。クラッチボスやクラッチハウジングは劣化により段付き摩耗が発生しやすいのでよく確認します。目視でディスクの跡は確認できますが、指で触っても段付きはほとんど感じられないので、このまま再使用します。フリクションディスクの厚みを測定します。2.57mm、2.59mm、2.60mm、2.59mm、2.57mm で、すべて使用限度よりも厚みが残っているようですので再使用します。クラッチプレートの歪みを測定します。平らな場所にプレートを置いて、使用限度の厚みのシックネスゲージが入らなければ正常です。すべてシックネスゲージは入らず、歪みはないようなので再使用します。クラッチスプリングの長さを測定します。測定値は 26.24mm、26.10mm、26.22mm、25.60mm、25.56mm、25.65mm。社外の強化スプリング3個、純正スプリング3個と思われます。6個すべて使用限度以下でしたので、クラッチスプリングを交換します。クラッチを組み付けます。フリクションディスクとクラッチプレートにエンジンオイルを塗布しながら組み付けます。モリブデンを含んだエンジンオイルは絶対に使用しないでください。クラッチ滑りの原因となります。JC90 にはフリクションディスクが2種類ありますのでご注意ください。ライニング管の広いディスク3枚をライニング管の狭いディスク2枚で挟む形になります。詳しくはサービスマニュアルで組み付け方をよく確認してください。クロムの純正クラッチは滑りやすいと聞きますので、
10% 強化された車外スプリングを購入しました。使用済みのスプリングと比べると長さも伸びています。クラッチスプリングとリフタープレートを組み付けて、ボルト3本を均等に少しずつ締め込みます。このボルトは特に慎重に締め込んでください。スプリングの位置もずれていないか逐一確認してください。クラッチスプリングを保持している。リフタープレートは簡単に割れることで有名です。くれぐれも締めすぎにご注意ください。最後に規定トルクで締め付けます。スターターモーターを点検します。ボルトを外してケーブルを取り外します。ボルト2本を外してモーターを分解します。フロントカバーを取り外します。シャフトから爪のある金属スペーサー、樹脂スペーサー、金属スペーサー、シムの合計4枚を取り外します。シャフトを引いてアーマチュアアッシーを取り外します。コンミュテーターは破損や変色もほとんどなく綺麗です。シャフト下側の金属スペーサーとシムを取り外します。ケースを取り外します。ブラシが斜めに変摩耗していました。残量は 2.9mm と 5.5mm です。サービスマニュアルに使用限度は載っていませんが、配線が切れているので交換します。ブラシの変摩耗は組み付け時に失敗した可能性が高そうです。ブラシスプリングを2つ取り外します。コンミュテーターを紙やすりできれいにします。接点復活スプレーで洗浄します。フロントカバーのパッキンを交換します。シリコングリスを薄く塗ってからパッキンを取り付けます。オイルシールを取り外してベアリングを点検します。ベアリングに異常はないので、エンジンオイルを塗布してこのまま再使用します。オイルシールを新品に交換します。リップ部にグリスを塗ります。マグネットが内側に貼り付いているケースを洗浄します。ブラシを交換するために、ナット1個、樹脂スペーサー3枚を取り外します。ネジ2つ外してブラシブラケットを取り外します。樹脂製の四角い板を2つ取り外します。ブラシをリアカバーから押して取り外します。さすがにこれは交換時期です。スターターがいつ壊れてもおかしくありませんでした。リアカバーを洗浄します。樹脂製の四角い板を2つ取り付けます。新品のブラシは約 7mm でした。プラスチックのカバーをつけてリアカバーに取り付けます。パッキンにシリコングリスを薄く塗って取り付けます。小さい樹脂スペーサー2枚、大きい樹脂スペーサー1枚の順に取り付けます。金属ワッシャーとナットをつけて軽く締め付けます。ブラシブラケットをナットとネジ2個で取り付けます。片側のネジはブラシ端子と一緒に取り付けます。ケースに新品パッキンを取り付けます。アーマチュアアッシーのシャフト部に薄くグリスを塗って金属スペーサーとシムを取り付けます。ここからが今回のオーバーホールで一番の難所です。少しでも油断するとブラシとスプリングが飛び出して全て一からやり直しになります。私はオーバーホールでこの作業が特に苦手で、今回も10回以上失敗してしまいました。1時間以上格闘していたと思います。効率的なやり方を知っている玄人の方はコメント欄で教えていただけると助かります。それでは私が成功した時の映像をご覧ください。スプリングを縮めてブラシで押さえつけます。クリップを変形させて作ったストッパーで固定します。もう片方のスプリングを縮めて指でブラシを押さえます。両側のブラシをスナップリングプライヤーなどで押さえながら、アーマチュアアッシーを少しずつ差し込んで取り付けます。ブラシが入りにくい場合は、マイナスドライバーなどで隙間から押し込みます。ブラシの配線を邪魔にならない位置に移動させます。アーマチュアアッシーが滑らかに回転することを確認します。シャフトを押さえながらマグネット付きのケースを取り付けます。磁力で強く引かれますので破損させないように注意してください。溝の位置に回して調整します。シャフトに金属スペーサーとシム、樹脂スペーサーの合計3枚を取り付けます。フロントカバー側に爪を向けてスペーサーを取り付けます。新品のパッキンにシリコングリスを塗布してケースに取り付けます。ケースにフロントカバーを取り付けます。ボルト2本にシリコングリスを塗布した新品のパッキンを取り付けます。M の文字の向きに注意してください。リアカバーとフロントカバーの合わせマークを揃えてからボルト2本を締め付けます。手でシャフトを回してスムーズに回ることを確認します。スターターモーターにケーブルを取り付けます。クランクケースを点検したところ、シフトシャフトの下側が損傷していました。縁石などで打ち付けたのか、少し内側に盛り上がっています。このままオイルシールを取り付けるとオイル漏れの発生する可能性がありますので補修します。激しく損傷していれば溶接や金属盾などでの修復が必要ですが、この程度であれば削るだけで治りそうです。リューターで平らにして紙やすりで仕上げます。ここまで平らにすればまずオイルは漏れません。クランクケース周りのベアリングをすべて交換します。新品ベアリングに異物が入らないようにクランクケースの洗浄、面出し、補修がすべて終わってから行います。まずクランクケース右側のクラッチカバーについているベアリングを交換します。ベアリングプーラーでベアリングを取り外します。ここのベアリングは古いパーツリストに載っていなかったので、参考のために部品番号とサイズを載せておきます。熱で変形する可能性がありますので、ボルト3本外してプラスチックカバーを取り外します。
私の場合は純正ベアリングではなく、既製品の両側シールタイプのベアリングを片側シール剥がして使用しています。ベアリングは自己責任で選択してください。クラッチカバーはアルミが薄いので、損傷を防ぐためにヒートガンで100度以上に温めてから、ベアリングインストーラーでベアリングを挿入します。続いてクランクケースのベアリングを交換します。すべてのベアリングをベアリングプーラーで外します。今回はすべてクランクケースに直接取り付けられた小さいベアリングですので、温めずに外しても問題ありません。ホットプレートでクランクケース全体をゆっくり温めます。バーナーなどの直火で急激に200度以上までクランクケースを温めると、アルミが軟化して変形したり亀裂が発生することもあります。直火は火災の危険性もありますし、時間に余裕のある DIY ではできる限り避けることをお勧めします。アルミホイルを敷いたホットプレートにクランクケースを置いてしばらく温めます。養生テープをマジックで黒く塗って放射温度計で正確な温度を測定できるようにします。アルミのクランクケースに小さいベアリングを挿入するのであれば、70度ぐらいまで温まっていればほとんどの場合は問題なく入ります。クランクシャフトのベアリングを挿入する場合は、だいたい鉄製のスリーブがはまっていますので、120度以上まで温めないと入りにくいことが多いです。70度以上になりましたので、冷凍庫でキンキンに冷やしていたベアリングを上からまっすぐ挿入します。ベアリングが入らない場合は、ベアリング外径よりも少し大きいインストーラーで奥まで叩き入れます。ベアリングが最後まで入ったら、クランクケースが冷めてから、ベアリングと同サイズのインストーラーで叩いて、しっかりと奥まで入っていることを確認します。車外ガスケットセットの中身を確認します。プロであれば純正のパッキンやガスケットを使用するのが当たり前です。けれども DIY ならばできる限りコストを抑えつつ信頼性も確保するという欲張りセットができると私は考えています。このガスケットセットはアリエクスプレスで約2500円でした。純正で揃えると約9000円のセットです。経験上、紙パッキンや金属製のガスケットは社外の格安品であっても、ボルト穴の位置やサイズ、厚みなどが合っていれば、オイルや冷却水を漏れることなく使用できます。もし漏れが発生したとしても、自分で整備できますので、漏れてしまったところを純正に交換すれば問題ありません。ただし、ゴムのパッキンは純正をお勧めします。格安品のゴムは純正に比べて耐油性、耐熱性などで劣っていることが多く、寿命が極端に短いことがあります。純正が手に入らない場合は、有名メーカー製のパッキンを選択してください。この工程を動画にするか悩みましたが、いずれは純正パーツを手に入れることも難しくなる未来が予想されますので、純正パーツ以外の選択肢を増やすという意味で意義があると思っています。基本的には純正パーツや自作ガスケットなどをお勧めしますが、社外の格安パーツは全てを理解した上で自己責任でご利用ください。シリンダーヘッドを組み付けます。まず、シリンダーヘッドにバルブを取り付けます。すべてのパーツにエンジンオイルを塗布しながら作業をします。バルブスプリングシートを置きます。新品のバルブステムシールを取り付けます。バルブをバルブガイドに挿入します。バルブスプリングを置きます。バルブスプリングはピッチの広い方が上ですのでご注意ください。バルブリテーナーを乗せて、バルブスプリングコンプレッサーでスプリングを縮めます。バルブコッターをラジオペンチやピンセットで2つ入れます。バルブスプリングコンプレッサーを取り外します。シリンダーヘッドを浮かせてから、バルブステムを木片などで軽く叩いてコッターの位置を安定させます。吸気側、排気側の両方で同じ作業を行います。カムシャフトを傷つけないよう慎重に挿入します。カムシャフトの切り欠きが上になるようにします。吸気側のロッカーアームを取り付けます。マークのあるロッカーアームが吸気側です。新品のベアリングを中央に取り付けてからシリンダーヘッドへ挿入します。短いロッカーアームシャフトが吸気側です。突起をつまんでロッカーアームの位置を調整しながらシャフトを慎重に挿入して取り付けます。排気側のロッカーアームを取り付けます。マークのあるロッカーアームが排気側です。新品のベアリングを中央に取り付けてからシリンダーヘッドへ挿入します。長いロッカーアームシャフトが排気側です。突起をつまんでロッカーアームの位置を調整しながらシャフトを挿入して取り付けます。JC90 にはロッカーアームシャフトを固定するボルトが2本ありますので忘れずに締め付けてください。両方のロッカーアームの動作に異常がないことを確認します。セットプレートを取り付けます。吸気側のロッカーアームシャフトの突起を下側、排気側のロッカーアームシャフトの突起を上側に調整します。ボルトでセットプレートを締め付けます。JC61 はサービスマニュアルに締め付けトルクが載っていませんので、社外ボアハップキットの値を参考にしています。バルブクリアランスを調整します。横型エンジンは、車載状態ではバルブクリアランス調整をやりにくいため、この段階で行います。吸気側の基準値は 0.10 ミリ、排気側は 0.17 ミリです。バルブクリアランス調整の詳しいやり方は、
前回の動画をご覧ください。バルブクリアランス調整スクリューのロックナットを規定トルクで締め付けます。パッキンを新品に交換したタペットカバーを仮止めします。バルブクリアランスの最終確認はエンジンをすべて組み付けてから車載状態で行います。クランクケースを組み付けます。クランクケースのボルトから液体ガスケットなどの汚れをダイスで落としてネジ山を整えます。クランクケースのベアリング固定用のボルト穴やスタッドボルトのボルト穴もタップを使用してネジ山を整えます。ベアリング固定用のプレート、ボルト2本にネジロック剤を塗布して取り付けます。ベアリングにネジロック剤が付着しないように気をつけてください。スタッドボルトをダブルナットで取り付けます。スタッドボルトはシリンダー底面からの取り付け長さが決まっていますのでお気をつけください。規定トルクで締め付けた時の取り付け長さが半以外の場合はスタッドボルトを交換します。スタッドボルトの膨らんでいる部分にエンジンオイルがついているとトルク管理ができずに締め付けすぎてしまうことがあります。この部分にはオイルが付着しないようご注意ください。174.13mm、174.05mm、175.37mm、175.00mm。取り付け長さはすべて半以内なのでこのまま使用します。クランクケースにクランクシャフトを引き込みます。今回もストレートのクランクシャフトインストーラーを使用します。そのままでは使用できませんので、準備が3点ほど必要です。1、クランクシャフト固定ナット準備。クロムのクラッチロックナットを改造して使用します。部品番号を載せておきます。突起をグラインダーで落として黒く塗装しています。2、調整ワッシャー準備。インストーラーの径が大きいので、ベアリングのインナーレースに当たるように調整するためのワッシャーです。こちらの商品を使用しています。3、奥行き追加加工。クランクシャフトの長さに対してインストーラーの奥行きが足りないので 15mm 径のドリルで 5mm ほど穴を深くしています。この3点を準備することでストレートのクランクシャフトインストーラーをグロムで使用することができます。もし準備が大変であれば純正や北コの特殊工具をご購入ください。サービスマニュアルによると、クランクケースにクランクシャフトを組み付ける正しい手順は、1、クランクシャフトからセパレーターでベアリングを取り外す。2、クランクケースに新品のベアリングをプレス機で取り付ける。3、クランクシャフトをインストーラーでベアリングに引き込む。以上の3ステップが必要です。でも、今回はベアリングを再使用しますので、ベアリングをクランクシャフトから取り外さずに、3のクランクシャフトをクランクケースへ引き込むところから始めます。JC90 にはクランクシャフトを引き込む前にピストンジェットを右側のクランクケースにパルサープレートをクランクシャフトに取り付ける必要があります。詳しくはサービスマニュアルをご覧ください。ベアリングごとクランクシャフトをクランクケースへ引き込む場合はこのようにクランクケースを立てて行わないでください。わずかでもベアリングが斜めに入ってしまうと引き込みがスムーズに行えずベアリングが損傷することがあります。このようにクランクケースを水平にしてクランクシャフトを重力でまっすぐ引き込めるようにします。コンロッドがクランクケースに当たらないように適宜確認しながらインストーラーのナットを回して引き込みます。まっすぐ引き込めることを確認できれば分解時のように輪ゴムなどでコンロッドの位置を養生しても構いません。クランクシャフトをセパレーターで取り外した時よりもナットを締める力が極端に大きければ一度取り外してベアリングが斜めに入っていないかよく確認してください。整備に詳しい方はベアリングのアウターレースがクランクケースにインナーレースがクランクシャフトに当たるので挿入する際にダメージが残るのではないかと疑問に思うかもしれません。けれどもベアリングはとてつもなく硬い金属でできているため固着しているところをプレス機で強引に取り外したりハンマーで強く叩いて衝撃を与えたりしなければベアリングを再使用しても問題が発生することはほとんどありません。これまで何度かクランクシャフトベアリングを再使用してきましたが寿命が極端に短くなったり異音が出たりなどの不具合が発生したことはありません。もちろんプロの仕事であれば全て新品に交換するべきですが DIY であれば自己責任でどこまで再使用できるかチャレンジするべきだと考えています。再使用の自分なりのルールができればベアリングを脱着するための特殊工具を無理に揃える必要もなく費用と時間を大幅に節約することができます。無事に取り付けることができました。異音もなくクランクシャフトが回転することを確認します。トランスミッションを組み付けます。すべてのパーツにエンジンオイルを塗布しながら取り付けてください。メインシャフトとカウンターシャフト同時にベアリングへ挿入します。シフトフォーク R を下、シフトフォーク L を上に取り付けます。すべて文字を上向きにします。JC90 にはシフトフォークが3個ありますので取り付け方はサービスマニュアルをご覧ください。シフトドラムを取り付けてシフトフォークの出っ張りをドラムの溝に入れてからシフトフォークシャフトを挿入します。カウンターシャフトを回しながらシフトドラムを回して1足、ニュートラル、2足、3足、4足まで正常に変速することを確認します。カウンターシャフトを回していますのでメインシャフトは1足が一番速く4足が一番遅く回りますのでご注意ください。
クランクケースにオイルシールを取り付けます。このクランクケースのオイルシールは、クランクケースと同じ高さではなく、少しだけ奥に取り付ける必要があります。そのため、作業性を重視して、クランクケースを閉じる前にオイルシールを取り付けます。JC90 には、シフトシャフト側が 0.6 から 1.1 ミリ、カウンターシャフト側が 0.9 から 1.4 ミリ奥の位置に取り付けると指定があります。JC61 は特に位置の指定はありませんが、同じぐらいの位置に取り付けるのが良いでしょう。指で押して取り付けます。硬くて入らない場合は、同サイズのインストーラーで軽く叩いて調整します。斜めに入ってしまうとオイルが漏れてきますのでお気をつけください。オイルシール保護のためにカウンターシャフトへ養生をすると、クランクケースを閉じるときにペアリングの穴を通らなくなるため、代わりにオイルシールのリップ部にグリスをたっぷり塗ります。このグリスをケチらなければ、養生をしなくてもオイルシールが損傷することはまずありません。どうしても養生をしたい場合は、前回のようにクランクケースを閉じてからオイルシールを取り付けても構いません。自分が安心できるやり方を選択してください。クランクケースの合わせ面をシリコンオフなどで脱脂します。これを忘れると組み付け後にすぐにオイル漏れが発生することがあります。液体ガスケットを使用する合わせ面は必ず脱脂しましょう。ノックピンを2個取り付けます。これを入れ忘れてクランクケースを開け直したことが何度かありますので、くれぐれもご注意ください。クランクケース左側の合わせ面に液体ガスケットを塗布します。塗る場所は動画を参考にしてください。純正指定は3ボンド1215もしくは 1207B です。前回と同じく3ボンド1215を使用します。塗りすぎに注意してまんべんなく塗り広げます。クランクケースを慎重に合わせます。プラスチックハンマーなどで軽く叩きながら少しずつ挿入します。少しでも抵抗があったら無理に押し付けたりせず、まっすぐ正常に挿入できているか横からよく確認してください。クランクシャフトとカウンターシャフトがスムーズに回ることを確認します。ここでシャフトが回らない場合は、ベアリングやクランクシャフトの組み付けに失敗していますので、クランクケースを開いてよく確認してください。ボルト11本をトルクがかからない程度に締め付けます。JC61 のボルトは全て長さが一緒ですので、どこに入れても構いません。JC90 には長さが異なりますので、サービスマニュアルでよくも確認ください。クランクケース中央のボルトを締め付けてから、対角に少しずつボルトを締め付けます。ニュートラルスイッチのスプリングとキャップをシフトドラムの穴に入れます。キャップが手前に来るようにします。新品のパッキンにエンジンオイルを塗布して、ボルトでニュートラルスイッチやシーを取り付けます。これは分解時に損傷していたので、新品に交換しています。新品のパッキンにエンジンオイルを塗布して、ボルトでスピードセンサーを取り付けます。ベアリングプッシュプラグとスプリングをクランクケースの穴に入れます。プッシュプラグの尖っている部分を奥側にします。ボルトでプレートを取り付けます。クランクケースの準備ができましたので、すべてのベアリングにエンジンオイルを追加で塗布します。特にクランクシャフトの大端部は少し多めに注油します。クランクケースのみの重さを測ると 8.5 キロでした。エンジン全体は分解前で 23.1 キロでしたので、クランクケース以外の部分は約15キロの重さと算出できます。エンジンをオーバーホールする際の参考にしてください。クランクケースをフレームへ取り付けます。エンジン固定ボルト3本に錆止め用のグリスを事前に塗っておきます。締め付けトルクが過剰になってしまう可能性がありますので、ボルトとナットの座面にグリスがつかないようにお気をつけください。リフトでクランクケースを上げてから、上側のボルトを入れて、ナットで仮止めします。次に後ろ側のボルトに本を入れて、ナットで仮止めします。ボルトを固定しながら、ナットを規定トルクで締め付けます。工具が不意に外れて、クランクケースなどに手をぶつけないようご注意ください。クランクケースの右側を組み付けます。とても小さなノックピンをクランクシャフトの穴に入れます。オイルポンプドライブギアの溝をノックピンに合わせて取り付けます。ギアの向きはどちらでも構いません。プライマリードリブンカラーを取り付けます。ウッドラフキーを溝に取り付けます。プライマリードリブンギアの文字が手前に見えるように取り付けます。オイルポンプのノックピンを2個取り付けます。ボルト3本でオイルポンプを取り付けます。JC90 にはオイルポンプの外側にノックピンとガスケットがそれぞれ2個ついていますので、忘れずに取り付けてください。ボルト、シフトドラムストッパー、ワッシャー、スプリングの順に重ねて取り付けます。ストッパーを下に押してシフトドラムからずらしながらネジロック剤を塗布したボルトで締め付けます。小さいローラー2本をシフトドラムの穴に入れてからシフトドラムストッパープレートを取り付けます。1足から4足までシフトドラムとメインシャフトを回して変速できることを確認します。正常に変速できない場合はプレートの向きを180度回転させて取り付け直してください。ネジロック剤を塗布したボルトでシフトドラムストッパープレートを締め付けます。ギアシフトスピンドルの先をテープなどで養生してからクランクケースの穴へ挿入します。奥まで入ったら爪をシフトドラムストッパープレートに引っ掛けます。
外径の大きなクラッチアウターカラーを入れてから、外径の小さなクラッチアウターガイドを取り付けます。クラッチ一式をオイルセパレータープレートと一緒に取り付けます。ワッシャーを入れてから、センターロックナットレンチでナットを仮止めします。ボルト2本でオイルセパレータープレートを取り付けます。ギアホルダーで回り止めをしてから、ナットを規定トルクで締め付けます。クラッチ中央に新品のベアリングを取り付けます。この後、最後まで組み付けを完了させたところ、クラッチレバーを握ってもクラッチが切れませんでした。クラッチスプリングまで分解、組み付けをしたら治りましたが、おそらくフリクションディスクとプレートを新品に交換せず、重ね合わせる順番を変えて組み付けた影響と思われます。動画のようにクラッチ一式を取り付けた段階で、クラッチカバー、ケーブル、シフトリンクを仮止めしてから、クラッチレバーを握ってクラッチの動作点検を推奨します。サービスマニュアルにクラッチの詳しい組み付け手順が見当たらないので、私の手順が間違っていたのかどうかよくわかりません。この手順でクラッチを組めば完璧などの情報がありましたら、コメントで教えていただけると助かります。それではクランクケース右側の組み付けに戻ります。オイルフィルターローターをクランクシャフトに挿入して、ワッシャーを入れてから、センターロックナットレンチでナットを仮止めします。ギアホルダーで回り止めをしてから、ナットを規定トルクで締め付けます。ボルト3本で新品のパッキンと一緒に、オイルフィルターカバーを仮止めします。ギアホルダーで回り止めをしてから、ボルト3本にネジロック剤を塗布して締め付けます。オイルフィルタースクリーンを取り付けます。細くなっている方が奥側、リップのついている方が上側です。クラッチカバーの合わせ面を脱脂します。ノックピン2個を取り付けます。オイルジェットを取り付けます。オイルジェットは取り付け忘れやすいパーツなので、くれぐれもご注意ください。付け忘れると最悪の場合エンジンが焼き付きます。ガスケットを取り付けます。クラッチカバーの準備をします。ベアリング交換で取り外したプロテクターカバーをボルト3本で取り付けておきます。クラッチレバーのパッキンを新品に交換してスプリングを取り付けます。クラッチレバーとクラッチリフターロッドにモリブデングリスを含んだエンジンオイルを塗布してクラッチカバーに取り付けます。クラッチレバーを動かしてクラッチリフターロッドが前後に動くことを確認します。JC90 にはクラッチカバーにオイルシールがついていますので新品に交換してください。クラッチカバーを取り付けます。クラッチカバーの上側にクラッチケーブルレシーバーをボルトと一緒に取り付けます。クラッチカバーの右側にセンサー用のクリップ2個をボルトと一緒に取り付けます。残り7本のボルトをクラッチカバーに取り付けます。長さはすべて同じなのでどこに入れても構いません。ボルトを対角で少しずつ締め付けます。ブローバイホースを取り付けます。スターターモーターのパッキンにエンジンオイルを塗布してボルト2本で取り付けます。左側のボルトはアース線と一緒に締め付けてください。スターターモーターケーブルのクリップを固定してからカプラーを取り付けます。両側のステップホルダーを元に戻します。吊るしていた右側のステップホルダーをスイングアームピボットシャフトに取り付けます。ステップホルダー下側のボルトを仮止めします。安全のためにリフトでフレームを少しだけ浮かせます。M10 の27センチ以上のボルトをシャフトの代わりに叩き入れます。車体が横へ倒れないように注意してください。勢いがないとスイングアームが外れてしまうことがありますので少し強めに叩いてください。シャフトが抜けたら左側のステップホルダーを取り付けます。ステップホルダー下側のボルトで仮止めします。スイングアームとステップホルダーの間に両側で合計2枚のワッシャーが入りますので入れ忘れないようご注意ください。シャフトにグリスを塗布して元の位置に叩き入れます。シャフトのナットを規定トルクで締め付けます。ステップホルダー下側のボルトを規定トルクで本締めします。両側のステップホルダーを同様に締め付けます。フレームを浮かせていたリフトを取り外します。ボルトでリアブレーキのリザーバータンクを取り付けます。クランクケースの左側を組み付けます。ボルトでカムチェーンガイドローラーを取り付けます。カムチェーンを取り付けます。今回は新品に交換しています。カムチェーンテンショナーアームを取り付けます。カラー、ワッシャーとともにボルトで締め付けます。JC90 にはカムチェーンテンショナーの構造が変わっていますので、詳しくはサービスマニュアルをご覧ください。プッシュロッドにエンジンオイルを塗布してから、スプリングとともにパッキンを新品にしたボルトで固定します。テンショナーアームがスムーズに動くことを確認します。カムチェーンテンショナーの動作点検をします。下側の穴からエンジンオイルが溢れてくるまで注入してから、素早くパッキンを新品にしたボルトで仮止めします。油圧でテンショナーアームが動かないことを確認します。この時にアームが大きく動いてしまう場合は、チェックバルブが正常に動作していませんので、プッシュロッドを交換します。オイルを注入したボルトを取り外して、テンショナーアームが自由に動くようにします。
この状態にしていないと、シリンダーヘッドのカムスプロケットを取り付けられません。エンジンオイルを塗布してベアリングを取り付けます。このベアリングは新品にしています。ウッドラフキーを取り付けてから、フライホイールの溝を合わせてゆっくりと挿入します。エンジンオイルを塗布したワッシャー、ナットで仮止めします。フライホイールプーラーでフライホイールを固定しながら、ナットを締め付けます。エンジンオイルを塗布したスペーサー、シャフトとともに、スターターリダクションギアを取り付けます。クランクケース側の合わせ面を脱脂します。凝ったピン2個を取り付けてからガスケットを取り付けます。サイドカバーの合わせ面を脱脂します。ケーブルが通るゴムの部分を念入りに脱脂してください。ゴムの部分に液体ガスケットを薄く塗布します。サイドカバーをゆっくりと合わせます。ジェネレーターの磁力で強く引かれますので、合わせ面を傷つけないように気をつけてください。左上のボルト2本が短く、残りのボルト6本は長いのでご注意ください。クリップを一緒に取り付けるボルトが左右に4本ありますので、動画でよくご確認ください。JC90 にはボルトの長さが全て一緒なので、どこに入れても構いません。全てのボルトを対角で少しずつ締め付けます。シリンダーやシリンダーヘッド、通称腰上を組み付けます。クランクケースのシリンダー底面を脱脂します。ノックピン2個を取り付けます。ガスケットを取り付けます。向きがありますのでご注意ください。クランクシャフトを回して上支点に合わせます。ピストンを取り付けます。ピストンピンとピストンリングにエンジンオイルを塗布します。インと書かれている方が上側です。ピストンピンをピストンに挿入して、ピストンピンクリップを取り付けます。ピストンピンクリップの合い口はピストンの切り欠きからずらして取り付けます。シリンダーの内面にエンジンオイルを塗布して取り付けます。ピストンリングを縮めながら少しずつピストンをシリンダーへ挿入します。難しい場合はピストンリングコンプレッサーを使用すると楽に挿入できます。カムチェーンを挟まないようにシリンダーを通します。シリンダーを脱脂します。パッキンを新品にしたボルトでカムチェーンガイドローラーを取り付けます。ノックピン2個をシリンダーに取り付けます。ガスケットを取り付けます。向きがありますのでご注意ください。シリンダーヘッドを脱脂してからカムチェーンを挟まないよう慎重にゆっくりと取り付けます。ネジ部を含めて全てにエンジンオイルを塗布します。ナット3個、銅製のパッキン1個、シリンダーヘッドに取り付けます。動画で左下の部分はオイルラインになりますので、新品パッキンを必ず使用してください。少しずつ対角でナットを締め付けます。締め付けトルクを常に確認できるデジタルトルクレンチを使った方が同じトルクで少しずつ締め込めますのでおすすめです。ボルト2本をシリンダーヘッドのカムスプロケット側に取り付けます。シリンダーヘッドとカムスプロケットのマークを合わせてボルトとナットでカムスプロケットを仮止めします。クランクシャフトを2回転ほど回してから上支点に合わせます。シリンダーヘッドとカムスプロケットのマークが合っていなければカムチェーンのコマをずらして調整します。シリンダーヘッドとカムスプロケットのマークがあったらユニバーサルホルダーでカムスプロケットを固定しながらボルトを規定トルクで締め付けます。クランクケースの注油口にオイルをあふれるまで入れてから新品のパッキンでボルトを取り付けます。バルブクリアランスを確認します。シックネスゲージで現在のバルブクリアランスを確認して規定値内であれば再調整します。規定値内を確認できたらボルト2本でタペットカバーを取り付けます。排気側も同様の作業を行います。 JC92 のタペットカバーは吸気と排気で異なりますのでご注意ください。シリンダーヘッドサイドカバーのパッキンを新品にしてエンジンオイルを塗布してからボルト2本で取り付けます。タイミングホールキャップとクランクシャフトホールキャップを取り付けます。こちらもパッキンを新品にしてエンジンオイルを塗布してください。エンジン車載で腰上を分解するために取り外したフロントフェンダーを元に戻します。ボルト6本を取り付けます。最後にブレーキホースの固定ナットを取り付けます。サイドスタンドスイッチのケーブルを取り付けます。サイドスタンド側から順に固定して最後にクリップを取り付けます。カプラー3つ、キボシ端子2つを取り付けます。すべてカプラーの形状が異なるため接続間違いは起こりませんのでご安心ください。分解時に切り離したハーネスクリップを純正新品にしてフレームへ取り付けてからハーネスをまとめて固定します。結束バンドなどで代用しても構いません。シフトペダルを取り付けます。シャフトにマークがついていますのでギアチェンジアームの切り欠きと合わせてボルトを締め付けます。ドライブスプロケットを取り付けます。ドライブスプロケットをカウンターシャフトへ挿入してからボルト2本でプレートを仮止めします。リアブレーキを踏んで回り止めをしながらボルト2本を締め付けます。
ボルト2本でドライブスプロケットカバーを取り付けます。ボルトでセンサーガードを取り付けます。新品のパッキンと油温センサーのネジ山にエンジンオイルを塗布して取り付けます。センサーケーブルをクリップ3箇所に固定してからカプラーを取り付けます。O2 センサーを規定トルクで締め付けます。O2 センサーにセンサーケーブルを取り付けてクリップ2箇所に固定してからフレームに固定されたカプラーへ取り付けます。O2 センサーとセンサーケーブルの隙間は2ミリ未満と決まっていますので、奥までしっかりと挿入してください。ボルトでセンサーガードを取り付けます。エンジンオイルを注入します。グロムのエンジンオイル量はエンジンオーバーホール時は 1.1 リットルです。車体を水平にしてオイルレベルゲージで確認しながら調整します。オイルの入れすぎに注意してください。圧縮圧力を測定します。バッテリーのマイナス端子を一時的に取り付けてください。圧力は0感じで 1000kPa でした。オーバーホール前と比べて 250kPa 改善しています。エンジンを暖気すると 10% 程度は圧力が向上しますので、1100kPa ぐらいにはなると思います。JC61 の標準値は 1100kPa ですので、圧縮圧力は合格と言って良いでしょう。この段階で極端に圧縮圧力が低い場合は、組み付けに失敗している可能性がありますので、シリンダーヘッドやシリンダーなどを取り外してよくご確認ください。スパークプラグを規定トルクで締め付けます。ケーブルをクリップに2箇所通してからプラグキャップを取り付けます。スロットルボディを取り付けます。両側に新品のパッキンを取り付けたインテークパイプを取り付けます。突起がある方をシリンダーヘッド側にします。ボルト2本でスロットルボディをシリンダーヘッドへ仮止めしてから残りのボルト1本を取り付けます。ボルト3本をまとめて締め付けます。クイックコネクタの青マークがついている方、インジェクターへ押し付けて取り付けます。年式によってはマークがないこともありますので、その場合は分解時に自分でマークをつけておくと確実です。ヒューエルホースをフレームから伸びている金具へ引っ掛けます。ブリーザーホースをスターターモーターの上から反対側へ通します。スロットルボディとインジェクターのカプラー3つを取り付けます。灰色のカプラーは真ん中に取り付けます。エアクリーナーを取り付ける準備をします。ネジ1本でエアフィルターを固定します。ネジ8本でエアクリーナーカバーを取り付けます。エアクリーナーのスロットルボディ接続部にガソリンを少量塗って入りやすくします。エアクリーナー下側の突起をスロットルボディ横の穴へ入れてからボルト2本でエアクリーナーボックスを上から仮止めします。エアクリーナー接続部をスロットルボディのへこみに合わせてしっかりと奥まで挿入します。エアクリーナー接続部のバンドのネジを締めて固定します。締め付けトルクが非常に小さいので締めすぎにご注意ください。吸気温度センサーのカプラーを取り付けます。エアクリーナーにブリーザーホースを取り付けます。エアクリーナーの固定ボルト2本を本締めします。クラッチレバーにクラッチケーブルを取り付けます。クラッチの遊びを10から20ミリの範囲に調整します。スロットルケーブル2本をスロットルボディに取り付けます。スロットルの遊びを2から6ミリの範囲に調整します。ボルトでカバーを取り付けます。エキゾーストパイプとマフラーを取り付けます。シリンダーヘッドのスタッドボルトに焼き付き防止のグリスを塗布します。新品のガスケットとともにエキゾーストパイプをナット2つで仮止めします。ボルトにスペーサーを挟んでマフラーをナットで仮止めします。中間パイプを取り付けます。マフラーと中間パイプをスプリング2本で取り付けます。社外品のため純正とは手順が異なりますのでご注意ください。エキゾーストパイプのナット2つを本締めします。マフラーのボルトを本締めします。純正はシリンダーヘッドに近い方から順に締め付けてください。燃料タンクを取り付けます。クラッチケーブルを挟まないように注意して燃料タンク前側のボルトをナットで仮止めします。燃料タンク後ろ側のボルト2本を締め付けます。燃料タンク前側のボルトを本締めします。燃料タンク下側のカプラーを取り付けます。ヒューエルホースのクイックコネクタを奥までしっかりと押し付けて接続してください。燃料タンクのチューブをエアクリーナーに取り付けます。右側のカウルを取り付けます。ネジ3本、ボルト1本、プッシュリベット2つで仮止めしてからまとめて締め付けます。最後に金色のカバーをボルトで取り付けます。左側のカウルを取り付けます。ネジ3本、プッシュリベット1つを仮止めしてからまとめて締め付けます。バッテリーのマイナス端子を取り付けます。シートを最後に取り付けてエンジンの組み付け完了です。
ホンダの PGM-FI を採用したエンジンは、エンジンオーバーホール後にいくつかのリセット作業が必要です。DTC リセットは故障診断コードを削除する作業です。エンジンオーバーホールを行うと、様々なセンサーを脱着するため、高確率で故障診断コードが残ります。この故障診断コードを削除しないと、ECU リセットを行うことができません。そのため、DTC リセットは ECU リセットの下準備として行う必要があります。ECU リセットはエンジン関連パーツを交換したり分解修理した場合に行う必要があります。エンジンオーバーホール後に ECU リセットを行わないと ECU 内部に保存された情報とエンジン各部の情報に食い違いが発生します。するとアイドリングが不安定になったり高回転でパワーが出なくなるなどエンジン性能を十分に発揮できなくなる可能性があります。これらの不具合を未然に防ぐ目的で ECU リセットを行います。スロットル回路センサーのリセットはスロットルボディを交換したりセンサーユニットを分解洗浄した場合に行う必要があります。今回センサーユニットの分解洗浄をしていませんのでスロットル回路センサーのリセットは行いません。 JC92 の ECU リセットは必要ありませんが代わりにクランクパルスの学習リセットが必要です。詳しいやり方はサービスマニュアルをご覧ください。今回は JC61 の DTC リセットと ECU リセットを順にご紹介します。DTC リセットを行います。イグニッションスイッチをオフにします。バッテリーの近くにある DLC の端子を専用工具でショートさせます。クリップなどの先が太い配線でショートさせるとコネクタの端子を破損させることがありますのでお勧めできません。イグニッションスイッチをオンにします。DTC がない場合は PGM-FI 警告灯が点灯したままになります。今回は DTC がありますので点滅しています。専用工具を DLC から取り外して5秒以内に再接続します。PGM-FI 警告灯が消灯してから点滅を開始した場合、DTC リセットは成功です。イグニッションスイッチを再度オフからオンにして、PGM-FI 警告灯が点灯したままであることを確認してください。続いて ECU リセットを行います。イグニッションスイッチをオフにします。DLC の端子を専用工具でショートさせます。スロットルを全開にして保持します。イグニッションスイッチをオンにします。PGM-FI 警告灯が点灯してからしばらくすると高速点滅を開始します。高速点滅してから5秒以内にスロットルを全閉にして3秒以上待ちます。PGM-FI 警告灯が数秒ごとに点滅すれば ECU リセットは成功です。イグニッションスイッチをオフにして専用工具を DLC から取り外します。エンジンを10分以上暖気運転します。スロットルボディのアイドルエアスクリューを調整してアイドリング回転数を約1400に合わせます。クロムのタコメーターでは正確に回転数を合わせるのが困難なためできれば外付けのタコメーターをご用意ください。アイドリングのエンジン音を確認します。オーバーホール前とオーバーホール後のエンジン音を順にお聞かせします。アイドリング調整をしていますのでエンジン回転数は多少異なりますがご了承ください。カムチェーンの異音はほぼなくなったようです。吹き上がりもスムーズで回転数が上がっても異音は発生していません。それ以外は特に変化はありませんが、スターターモーターやトランスミッション、クラッチスプリングなど異音ではわからない部分を全て整備していますので安心してバイクに乗ることができそうです。それでは試運転に行ってみましょう。何も不満がないですね。アイドリングは安定していますし加速も全域でパワーにあふれています。40キロぐらいで走っている時にエンジンから聞こえた小さな異音も完全になくなっています。クラッチはオーバーホール前よりもダイレクトにつながるようになりました。シフトチェンジの引っかかりやギア抜けは全くありません。いろんなバイクに乗ってみてつくづく思うのはバイクの楽しさは排気量に比例しないということです。整備に関してもそれは一緒でどの排気量でも違う楽しさと達成感があります。そんなわけでバイクを複数台所有するのが最適解となってしまうのが私が実感するバイク最大の悩みかもしれません。長らくお待たせいたしました。エンジンオーバーホールにかかった費用を発表します。1、エンジンオイルスパークプラグ1330円。エンジンオイルは 1.1 リットル分で算出しています。
推奨は 10W30 ですが、真夏の保護性能と静粛性を重視して 10W40 にしています。2、シール、クリップ、パッキン、ガスケット類5987円。エンジンオーバーホールで必須の交換パーツです。ガスケットやパッキンは社外品を使用することで費用を節約しています。バルブステムシールやスロットルボディのパッキンなど重要パーツは純正を使用しています。3、クランクケースやシリンダーヘッドのベアリング9個2928円。純正で揃えてもホンダ車は比較的安く抑えられますが、ベアリングのサイズと仕様を直接指定して注文するとこの値段になります。クランクシャフトとカムシャフトのベアリングは異常が見られなかったので再使用しています。4、トランスミッション2、3、4速ギアセット1845円。ギアの刃が損傷していましたのでセットで交換しました。13万キロも走行するとトランスミッションの損傷を避けられないようです。もし新品でギアを全て交換したら約3万2000円の出費でしたが、クロムは5速ミッション化のカスタムが流行っている影響で、新品同様の純正トランスミッションがフリマサイトなどで安価に入手できます。5、スターターモーター整備3712円。ブラシ、スプリング、パッキンなどを全て含んだ金額です。ブラシが異常摩耗して配線もちぎれていましたので、整備しなければすぐにスターターが使えなくなっていたと思われます。社外品の格安スターターモーターを買えそうな金額ですが、電気系統はできる限り純正を使用することをお勧めします。6、カムタイミングチェーンテンショナーローラー2466円。カムチェーンテンショナー関連は横型エンジンの弱点なので予防整備で交換しています。カムチェーンテンショナーのアームとプッシュロッドヘッドは交換予定で純正パーツを購入しましたが、すでに社外の強化品に交換されていましたので再使用しています。7、クラッチスプリング1558円。スプリングの長さが使用限度を超えていましたので交換しました。純正は滑りやすいと聞きますので 10% 強化されたスプリングを選択しています。8、ニュートラルコンタクトアッシー1318円。ニュートラルを検出するセンサー部分です。経年劣化でプラスチックが割れていましたので交換しました。9、シフトスピンドル2320円。エンジン組み立て中にスピンドルの先が曲がっているのを発見しました。オイルシールから漏れてしまう可能性がありましたので交換しています。V ブロックに乗せて確認するとダイヤルゲージを使うまでもなく目視で曲がりを確認できます。エンジンオーバーホールの総額は23,464円でした。工具や油脂類などは含まれていません。エンジンオーバーホールをしてからあまり走っていないと予想されるエンジンでしたが、細かいところを点検していくと交換の必要なパーツがいくつもありました。人件費や技術料は含まれていませんので、プロに依頼する際はくれぐれもこちらの金額を参考にしないでください。いかがでしたでしょうか。クロムのエンジンオーバーホールは初めての経験でしたが、前回のセローと同様に空冷短気筒で、何よりエンジンがとても軽いので、スターターモーター以外はとても楽しく整備ができました。軽い、安い、分かりやすいの3拍子揃っていますから、初めてのエンジンオーバーホールに最適なバイクだと思います。前回の動画で再利用できるものはきちんと再利用して交換が持てると嬉しいコメントをいただきましたので、今回はパーツの点検整備を詳しめに解説しています。 DIY 整備はいかにコストを抑えるかがとても重要ですから、今後も使えるものはどんどん再利用していく予定です。このバイクのエンジンオーバーホールを見てみたい、整備のこの部分をもっと詳しく教えてほしいなどお気軽にコメントしていただけると今後の活動の励みになります。背景の動画は次にエンジンオーバーホールを予定しているバイクです。車種は変更される可能性もありますので期待せず気長にお待ちください。もしこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録、高評価、ハイプでの応援をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。